松永香織です。ファッションコード専門歯科です。トータルでいろいろ学べる学科で、就職先にパターンなデザイナーとかスタッフとかほんと様々な職種に行けるように幅広いカリキュラムがあって、でその中でも最近だと 3D キャドだったり、新しいカリキュラムもあったり、いろんなことを学べる学科です。本当に様々で、デザイナー職に行く方もいます、パターンナーもいますし、企画も結構多くて、あと本当に自分のブランドを立てるためにこの後ご校っていう子だったり、もう本当に様々います。内定をいただいてそこに行くんですけども、株式会社おしゃれカンパニーという衣装会社に行きます。4年時にインターンを2週間行きました。まずは日本で一番大きい文化服装学院というところでしっかり学びたかったので、4年生であるコード専門歯科を選びました。まずはその服を作るメインのアパレル造形だったり、デザイン画の授業だったり、装飾系も1年生では学びますし、1年から4年にかけて CG の授業だったり、4年時は 3D キャドだったり、パソコンも強くなれますし、デザインとか縫製とかも全て強みにできる学科になると思います。好きな授業はやっぱり自分の世界観でものづくりができるアパレル造形が好きです。就職活動を力を入れていて、もう最初から行きたい企業が決まっていたので、そこに向けても2年生ぐらいからもう就職の準備としていろいろコレクションを作ったり、自分の技術の向上を目指したり、いろいろ動いていました。課題が忙しくなったりすると、やっぱり就職を見据えているので、学業をメインに頑張りたいなと思ったので、バイトは辞めました。続けてる子は続けていますし、私のように学業に専念したい子は途中でもう辞めて、その自分の将来に向けてもう学業一本っていう子もいます。1年の時だけ雑貨屋で販売のアルバイトをしています。だいたい6時半から7時ぐらいに起きて、で、身支度をして学校に行って1時間ほど実習をして課題を進めて、授業を受けて、で放課後はギリギリまで残れるまで残って、で課題を進めて家に帰ってまた課題を進めて寝るっていう感じです。時間は本当に忙しい時期だと本当ショートスリーパーレベルで短いんですけども、平均だと5時間ぐらいです。将来の夢は衣装デザイナーとして自分のデザインした衣装でアーティストがステージに立っているところを見るところです。まずはコード専門しか本当に幅広いカリキュラムがあるので、そこで一通り学ぶことで技術もつきますし、そこから自分が得意だなと思うことを伸ばしていって、それを強みにできるので、高専はいろんな分野があるのでおすすめです。多賀ここねファッション工科基礎科です。工科基礎科は1年生で服作りの基礎的なことについて徹底的に学んで、2年生でアパレル技術科、アパレルデザイン科、ニット科、IMD の4つの学科に進学します。1年間服作りについて向き合う中で自分の新しいスキルを見つけたり、向き不向きを見つけることができることが魅力です。学科の雰囲気、教室の雰囲気が高校と似た感じがしてて、休み時間も話が盛り上がってたり、はっちゃけた人もいれば、とても真面目でずっと課題をしている人もいるといった感じです。基礎科は4つの学科に分かれるということなので、他の学科と比べると本当に多種多様といった形で、デザイナーだったりパターンナー、ネットデザイナーなど専門的な分野で多種多様に分かれると思います。なので1年生の時はみんな同じ一つの教室にいろんな学科に行く可能性を秘めた子がいると思うんで、1年生の時の同級生のつながりが大切になってくるという話を聞いたことがあります。私がファッション工科基礎科を選んだ理由は、パタンナーになりたいから選びました。しかし1年間服作りを学んでいく中で、パタンナーではなく、もともと選択肢になかったニット科に進学しようと思って、今はもうニット科で進学届を出しています。
服を作る中で自分の作りたいデザインや好きなものがニット科に行ったら学べるなと思ったのと、他の学校にはないような学科なので、ここに来たならニット科に行こうと思って選びました。服装造形っていう授業が一番多くて、パターンや作図を学んで課題と言われるスカートやジャケット、ブラウスなどをその時間に作っています。で、その他に学科の授業で西洋服装紙やデザイン画、クロッキー、服飾デザインなど週に一度その各授業がそれぞれある感じです。好きな授業は服飾デザイン論です。服飾デザイン論は色について学ぶ授業で、基本的にコラージュの制作課題を出されることが多くて、決められた制作条件の中で自分の世界を表現するのがとても楽しくて、一番感性を磨くという面では役に立っているんじゃないかなと思っています。学生生活で一番力を入れたことは、課題以外の活動にも取り組むということです。やっぱり毎日忙しくて頭の中が課題でいっぱいになってると思うんですけど、でも文化に入学してきたのって課題をするためじゃないと思うんですよ。だからそれを忘れないで、校外の活動でイベントに出たり、グループ展を開いたりっていう活動をするように心がけています。とてもエネルギーが必要なことだと思うんですけど、一番将来につながる大切なことだと思います。私は3月の春休みに高校の友人とグループ展を開催する予定です。将来の目標は、まず2年生でニット科に進学して卒業した後で一般企業に就職し、その時の自分が何をしたいかをちゃんと自分と向き合って考えて、最終的には自分のショップを立ち上げれたら楽しいなと思っています。私は空間表現もとても好きなので、服作り以外のことにも挑戦したくて、その時自分がやりたいことに正直にもう欲張りに生きていきたいです。自分の好きやこだわりを貫いたら貫き通しただけかっこいいと思いますし、それが自分の強みになってくると思うので、文化に入る前から自分の好きなものを見つけたり、自分の好きを忘れないで、その気持ちを強く持って入学してほしいなと思います。入学して何をしたいのかをしっかり考えて、覚悟を持って入ってきてほしいです。松山芽衣です。アパレルデザイン科所属です。アパレルデザイン科はやっぱり服をデザインすることを中心に勉強する学科で、特にその自由にデザインもするんですけど、売れる服とか世に出す服ということを前提にデザインすることを勉強しています。アパレルデザイン科は私も客観的には分かんないんですけど、私も中にいる身としてやっぱり自由な人が多いのかなって思います。結構自分の好きなものを貫いてたり、みんな仲良くて、その好きなものは違うんですけどお互いに認め合って高め合って刺激し合ってるなと思います。職種は縫製です。テキスタイルを作る仕事です。アパレルデザイン科だとやっぱり地方の縫製とか地方に就職する人もいるんですけど、販売の人もいますし、もちろんデザイナーの人もいたり、パタンナーとかいろんな職種に就職する人が多いです。私は日本のブランドのリアレイジに縫製で就職します。私はもう小さい頃からデザイナーになりたいと思ってて、やっぱり一番デザイナーになる近道だと思って文化入学して夢をずっと追ってきたので、そのままデザイナーになりたいと思って一番デザインを勉強する学部であるアパレルデザイン科に進学しました。親とか祖母とかも服が好きで、曽祖母とかは服作ることもやってたりして、今思ったら無意識に影響されてたのかなって思います。服を作る授業が主にメインであって、そこにプラスでデザイン画を描く授業と、ニットとかプリントとかの授業とか、あと美学で西洋絵画とかを詳しく学んだりする授業もあります。ニットの授業が好きです。後期しかないんですけど、普段布箔織物で服を作ることをメインに勉強しているので、編み物であるニットの作り方とか特徴とかを学ぶのはやっぱり布箔で服を作る上でもデザインの幅が広がったり、普段得られない視点で考えることができるので面白いなと思います。学校の授業はもちろんなんですけど、その他にやっぱり自分が興味あることを妥協せずにやっぱり突き詰めたり、展示会とか、ショー見に行ったりとか、自分が興味あることにはなるべく足を運ぶようにしています。
将来の夢はやっぱりデザイナーになって作った服で今までの固定観念が変わるような、考えるきっかけになるような服を作れたらなと思っています。文化とかファッション業界を目指している人は一番熱意が大事なのかなと思っていて、服好きな気持ちとか自分が好きなものをやっぱりそのまま貫いて諦めたり妥協しないように何でもできると思って頑張ってほしいです。キム・ジョンホと申します。アパレルデザイン科メンズデザインコースに所属しております。文化服装学院では唯一メンズのテーラーリングを学ぶことができる学科でして、違う学科ではできているパターンを使って原型をいじったりする形なんですけれども、我々は原型を型紙から作っていく作業から、あと手作業で縫っていく作業などを学んでいきます。やっぱりメンズデザインコースっていうだけあって男性の洋服が好きな学生が多い。メンズデザインの中でも様々なジャンルがあるんですけど、それぞれをマニアックに好きな学生が多いので、いろいろな人の趣味嗜好が混ざることができる学科でございます。男性陣が結構多いので、男性陣たちの中でいい意味での競争とか、あと一緒にやっていく中でやりがいで熱くなったりとか、結構大変なんですけれども、作りがそれをやり上げた時にレベルアップした感じで、男性たちの中でも僕たちここまでできた人なんだろうっていう感じの熱さとかもある、そういう学科です。今のクラスでは20人でして、女性陣5人で残りの15人は全部男性陣に構成されています。やはりテーラーになりたいっていう気持ちで来てる方もいらっしゃいますし、やはり普段の大量生産では使わない技術を使って私たちは勉強しているので、一番最高の作りから学んでるので、やっぱりその技術を使ってデザインに活かせるようにテーラーリングを使った変わっているデザイナーを目指したり、私の場合はケオリの会社でメンズのスーツに使われる生地を作る会社に入ったり、またセレクトショップなど今の知識を生かして営業できるような進路を目指している人たちがいます。株式会社みゆきケオリというところに就職いたしました。生地から縫製販売まで全てやっている会社なので、企画か営業の仕事をこれからやると思います。私は留学生として日本に来てるんですけれども、最初に来た時はビームスさんとかユナイテッドアローさんなどのメンズドレスファッションの方たち、そういうバイヤーだったりプレスだったりする方たちの服装とか、そういうのに憧れてもともとは興味を持って文化服装学院に来たんですけれども、習っていく間にメンズファッションっていうのはやっぱり独特のその歴史だったり結構深い部分をちゃんと知ってからでこそ、ちょっと悪いですけど語れられない部分がありまして、そういう部分をしっかり持った人材になっていきたいって思ったので、歴史からもう作りまで全部学ぶことができるメンズデザインコースを志望しました。歴史を学ぶメンズファッション史の授業だったり、やっぱりこの中に入ってるさまざまな構造とかをしっかり学んでいく服装の授業と、あとそういう知識と構造を生かしてデザインしていくデザイン画の授業だったりとか、あと一番重要なパターン、型紙を作る1から線から引いて作っていく囲み製図という授業、そういう授業が主な授業になっております。今日もその授業だったんですけど、囲み製図、一からパターンを作っていくその授業が最近もっと楽しくなってきまして、今卒業制作としてテーラーリングジャケットを作ってるんですけれども、自分オリジナルのパターンを作れることで、そのパターンで作った洋服がその人にぴったりになるっていうことがもうすごい魅力的で、今もその自分で引いた型紙でジャケットを作っているんですけれども、やっぱりそういう結果が出てくる楽しみ、あとちょっとそれを引いてる自分に惚れるっていうかそういう楽しみもあります。
自分が好きなことに対して全て経験できるように、作りとしても妥協せずに一番時間がかかったり大変な作業のやり方をあえて使ってでも、苦しいんですけれども、それがやっぱり経験をして時間が経ったら自分のものになれるように頑張ったことと、やはりメンズのファッションっていうのは元ネタだったり歴史だったりいろいろなものが混ざってくるんですけれども、私の場合はミリタリーとアメリカントラディショナルがすごく大好きで、とにかく知識をもっと貯めれるようにメンズファッション誌の授業をしっかり聞くのもそうですけれども、自分で資料を探したり、そういう資料が見れる、古着屋だったり、またそれを取り込めるように自分のデザインの中に、そういうことを頑張ってきました。この学科はちょっと両立しづらい。やはり手作業が多いので、どんなに時間があっても自分の手のスピード次第なので、そこでもう本当に早い人は早く終わるんですけれども、やっぱり手の馴染みがみんな初めてなので、先生の3倍ぐらいの時間はみんな普通にかかるので、バイトは私も減らして結局はやめちゃったんですけど、みんなちょっと減らすようにしているみたいです。ただ服を着るだけで終わるのではなくて、ここに込められた礼儀だったり、歴史だったり、その人の思考だったり、いろいろなものがやっぱりこもっているので、こういうのをちょっと伝えていけるような人になっていきたいのと、行くことになった会社が100年近く毛織をしている会社なんですけれども、外国人として日本のものづくりに対してすごく魅力を持って、やっぱりそういう魅力があったからこそ留学を来たんですけれども、日本の作りをちゃんとしている会社に配属されたことも感謝なんですけれども、そういうのを世界に伝えていけるように、あともっとこのアジアがまたヨーロッパみたいな服飾文化を持てるように支えていけるような人になっていければなと思います。こう言ったら他の科の方たちががっかりするかもしれないんですけれども、私はもう文化服装学院で一番最高の学科だと思います。この世の中にはもうデザインはいっぱいいっぱいで、全てのデザインはもう出てしまっていて、昔のものから見て、その情報から新しいものを再構築するデザインをしていかなければならない時代なんですけれども、メンズデザインコースにいらっしゃれば、そういう歴史的な部分、最高レベルのものづくりと、そういうものを生かしたチームワークなど、そういうのが経験できるので、本当に一番大変な1年、今も大変な中いるんですけれども、その分やりがいと自分のものになるものがすごく多くて、絶対営業をするなり販売をするなりデザインをするなり MD をするなり、この学科で生かした知識は絶対使えるので、もう本当に自分が好きなものを突き進みたい人は、本当に大変なことはありますけれども、メンズデザインコースを強くお勧めします。三ヶ森萌実です。アパレル技術科に所属しております。量産するということを念頭に置いて、パターンの制作と使用書や加工書の書類を制作したり、実際に作品を作っていく。メインはパターンを作ることなんですけど、パターンを作りながら工場でどのように縫われていくのかとか、実際にどういう流れで作業がされていくのかということを学んでいくことがメインになっていて、その中に 3D CAD だったり普通の CAD だったりといったパソコン作業なども他の学科とは違ってできるっていう科になってます。学校生活はかなり真面目な人が多くって、みんなそれぞれのことに集中してしっかり取り組んでいるっていう感じなんですけれども、例えば誰かがコンテストに出る時だったりとか、チームで何かするっていう時はみんなで協力して一緒に頑張っていけるような、仲のいい和気あいあいとした感じでやっていけているクラスかなと思います。一番多いのはパタンナーが多くって、ほとんどがパタンナーなんですけど、他にも生産管理だったりとか、独立して自分でブランドをやることにしている子とかもいます。トゥモローランドという会社でパタンナーとして就職します。もともとはデザイナーになりたくって、
て文化服装学院に入りたいと思っていたんですけど、やっぱりパターンの知識がないと思い通りのデザインができないっていうのがあるなっていうふうに勉強していく中で思っていて、文化のアパレル技術科に入りたいっていうふうに入学前から思っていました。実際に勉強してみると、自分が好きなのはなんでこれがこうなるんだろうみたいな理由を探すことが好きだったので、洋服の美しさとかシルエットの綺麗さの理由になるのはパターンだったり素材とかそういうところなので、一番そういうことを学べる学科に行きたいと思ってアパレル技術科を選びました。授業内容としては、まず自分の作品のデザイン画を描く。でそのデザイン画をもとに2年時には手引きで、3年生になってからは CAD を使って実際に洋服の作図をしていって、作図をもとにファーストパターンを作って仮縫いをして、実際に自分の作ったその仮縫いが描いたデザイン画と近いのか、また違うところは何なのかとか、あとは量産っていうことが念頭にあるので、量産に向けてどういう風にしたら縫いやすくなるのかっていうことを授業内で先生にアドバイスをもらいながら実際の工業用のパターンに起こしていきます。でその工業用のパターンを元にして仕様書だったりとか加工書や工程分析表といったように、実際に工場に縫ってもらう時に必要な書類を作成して、でその後実際の作品を作っていくっていう感じになっています。一番好きな授業はパターンメイキングの授業です。パターンメイキングの授業は自分の作品を作るっていうことを一番多くできるので、やっぱり自分の中でのなんでなんだろうっていうのを追求していくこともできるし、今こんなのが欲しいなって思ってる服を授業の中で作っていきながら勉強していくこともできるし、あとは先生方とか友達とかと話し合いながら自分のものがより良くなるように考えながら洋服が作れるので、それが一番好きです。実は私は大学を卒業してから来ているので、絶対にパタンナーとして就職したいっていうのが強くあったので、まずパターンの技術を磨くことに一番力を入れました。やっぱり学校で勉強していくだけだと足りない部分とかもあったりするかもしれないと思ったので、アルバイトもデザイナーズブランドでパタンナーのアシスタントをやりながら、学校の授業でもわからないところはすぐ先生に聞いてメモを取って、レポートの中にそのメモを一緒に入れて、デザイナーブランドの方でまたわからないことがあったりとかしたら、その自分が作ったレポートを参考にしたり、実際に授業の中で先生に相談したりとかして課題として解決しながら、学校内でも学校外部でもパターンの勉強を常にできるようにっていうのを頑張りました。2年生の夏から OEM の会社で企画と 3D CAD を使ったインターンをやっていました。将来の夢は自分の理想とする綺麗な形を作れるようなパターナーになることです。そしてその綺麗なシルエットがなぜなのかっていう理由がちゃんと自分の中で持っていられるパターナーになることが夢です。アパレル技術科は文化服装学院の中でも特にきつい科っていうふうに言われていて、実際私もアパギで勉強していて、何度か心が折れそうになったりとか、本当にしんどかったりとか、そういう期間があったんですけど、それでも周りのみんなも同じように頑張っていて、みんなで励まし合いながら前に進んでいくことができるし、アパレル技術科で学ぶことっていうのは本当にアパレル業界で役に立つことが多いと思うので、きっとアパレル技術科に入ってよかったなっていうふうに卒業する頃には思えると思います。チャ・ヨンソです。インダストリアルマーチャンダイジング科3年です。インダストリアルマーチャンダイジング科は服作りとビジネスをバランスよく学べる学科ですね。いい意味で自由な人が多い感じで、みんな様々なことに興味がある人がすごく多くて、将来の夢とかも MD だけではなくていろんなことに興味を持っている人が多いです。
基本みんな企画とか MD になりたい人が多いので、総合職で就職する人が一番多い気がして、その次は生産管理とか企画のアシスタント、デザイナーのアシスタントもいますね。株式会社サザビリーグのエストネーション総合職就職が決まりました。最初は販売からスタートして、その次に自分の能力に合わせて MD とかバイヤー、デザイナーになる人もいるって聞いてます。自分は最初は MD になりたかったんですけど、洋服自体が好きだったので、服作りだけではなくていろんなことを勉強したいと思ったので、服作りとビジネスをバランスよく学べる学科が IMD なので選びました。MD 論とマーケティング論とアパレル造形、一番大きな授業はこの3つになっていて、他にはグラフィックワークとかテキスタイルと VMD とかセールスワークとかです。 MD 論とアパレル造形が一番好きですね。その2つは目に見えない何かを形として具現化していくので、その2つの授業が一番好きです。自分は課題ですかね。留学生でもあるので、自分普通に両立できない性格で、学校にちょっと集中したかったので、課題とかを一番力入れてました。今年の4月で4年になります。本当にたまたまなんですけど、韓国でもデザイン学んでて、洋服が好きだったのでファッションデザインを学ぼうと思って大学に進学したんですけど、あんまりにも自分と合わなくて、もともと大学を卒業して海外に行くつもりだったんですけど、ファッションをやるんだったら留学は行かないとっていう親のあれもあったし、それでも大学の卒業ができない、もう辞めちゃったので、それでちょっと早めに留学行こうとなって国を選んでたんですけど、それでアメリカと日本といろいろヨーロッパとかあったんですけど、自分一人っ子で治安良くてファッションが有名で一人で生きていけるところってどこかになったら、日本だなって思って、その時もファッション留学を準備してたんで、文化服装学院の学校はしてたんですよ。アジアで一番有名だし、日本に行こうと思って日本に来ました。今は就職先のインターンをやってるんですけど、前までは ABC マートで販売を1年ぐらいしてました。またそれを辞めて居酒屋で半年間やってました。目標としては30代になる前に自分のお店を持つことが目標です。それが自分のブランドでもいいし、セレクトショップでもいいし、自分の感性とか好きなものが含まれているお店を持つのが夢です。IMD 科は基礎科の中でも、冗談で服作れるのとか言われるんですけど、すごく服作ってて、アパレルデザイン科とかアパレル技術科よりかは圧倒的に作品数は少ないんですけれども、その割に私たちはチームワークで資料を作ったり、自分たちのブランドを立ち上げたりしてて、それをまた発表したりしているので、デザイン科とかよりかは忙しくないと感じるかもしれないんですけれども、すごくコミュニケーション能力を身につけられる学科であるので、ぜひバイヤーとか MD 企画に進みたい人、将来に自分のブランドを持ちたい人はぜひ IMD 科おすすめします。どっかの長安便です。文化服装学院のニット科は最初から全部学ぶことなんで、手編みからあとコンピューターニットまで全部技術をちゃんと学べるところだと思います。自分は結構優しい雰囲気、あと自由な雰囲気があると思います。
自分は山形というところに行くんですけれども、日本ではニットが山形か新潟の方にニットの工場が結構あると自分もニットが切ってから知りまして、その工場では糸から全部作るところで全部研修して、自分は糸に関する仕事をしたいなと思っています。 OEM、ODM の方が一番多いと思う。 OEM、ODM といえばニットは例えばブランドの中にニットデザイナーがちゃんとするブランドじゃないと多分ないかもしれないんですけれども、 OEM、ODM では他のブランドでこういうもの作ってくださいという依頼を受けてニットのデザインを作ってあげる、そういうところなんで、結構仕様書書いたりする仕事が多いと思います。ニットが好きで、選んだんですけれども、ニットは一番自分らしさを表現する手段だなと思って、ニットって他より自由な感じがありまして、例えば糸から自分で選んで形も見ながら自分で見ながら作れるのが好きだったんで、だけど一人で編む時には好きだけどあんまり技術がないからもどかしいことがあって、ニットかとかに行ってより技術や知識を身につけていろんな表現ができたらと思ってきました。主にニットを学ぶ授業が多いんですけれど、ニットアパレルと、あとさっき言ったんですが OEM、ODM に行く人も多いし、仕事のために学ぶマーチャンダイジングとしてそういう MD の授業では仕様書を書く授業もありますし、あとニット概論もありますし、あと2年後半からコンピュータニット少し学び始めて、3年の時にはコンピュータニットの授業も多いです。あと他の科でもあると思いますが、デザイン画とか特別講義なども結構あります。自分は手編みとか編み機とかの手で作る授業が好きです。自分留学生だったんで、正直1年の時には友達に付き合うことなど、そういうものも本当に力入れたんですが、その後はやっぱ課題に本当に力を入れてきたと思います。ひたすら本当にニットを学ぶために来たんで、だけど文化と調べてみたらいろんな施設があるところなんで、特に図書館の方が本当に良いと思いまして、それだけ考えても来てもいいかなと思います。自分は作るのが好きだからこそ工場でもいいなと思っていきますが、作りたい気持ちとかその自分の心がなくならないでほしいなと思いまして、ずっと何かのものを作って自分の表現ができる人になりたいなと思います。自分は正直今3年になってるんですが、1年の時は友達ができたとしてもまだまだ寂しい感じを結構感じてましたが、ニットが切ってからは本当に優しい子たちが本当に多かったので、いい人も本当に多いし、特にニットが切ったらこういうもんもニットで表現できるんだとかが感じられるし、それって結局自分の表現の幅が広くなることだと思うんで、特にニットが好きな人たちだったらニットが切って学んで、自分のより表現してたらいいなと思います。